私が外国人なので日本人メンバーとして海外で活動する日本人ならではの大変なこととかもある新鮮なこととか K-POP アイドルのデビュー後のリアルをこの YouTube で届けていけたら結構新鮮で面白いんじゃないかなって思って始めたいって思いました。私が外国人なので日本人メンバーとして海外で活動する日本人ならではの大変なこととかもある新鮮なこととか K-POP アイドルのデビュー後のリアルをこの YouTube で届けていけたら結構新鮮で面白いんじゃないかなって思って始めたいって思いました。私が外国人なので日本人メンバーとして海外で活動する日本人ならではの大変なこととかもある新鮮なこととか K-POP アイドルのデビュー後のリアルをこの YouTube で届けていけたら結構新鮮で面白いんじゃないかなって思って始めたいって思います。私が外国人なので日本人メンバーとして海外で活動する日本人ならではの大変なこととかもある新鮮なこととか 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 K-POP アイドルのデビュー後のリアルをこの YouTube で届けていけたら結構新鮮で面白いんじゃないかなって思って始めたいって思います。私が外国人なので日本人メンバーとして海外で活動する日本人ならではの팔딱 주시 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 그러면 주시 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8이야. 바지리 팡팡 터져 윙크하게 될 거야. 근데 여기 가슴까지 해줘야 돼. 이 노래 익숙해지려고 없을 거 보려고 아까 걸렸었는데 준비 완료. はい、今日はネイルをしに行きます。どんなネイルかのお楽しみに。天気よ。
まだまだください。終わりました。完成。電池がない。器用。かわいい。グミグミが、あ、ソヒの手。かわいい。こんにちは。今日は今美容室に、いつも私たちが通ってる美容室に来てるんですけど、髪をコンセプトに合わせてチェンジしに来ました。ヘアカラーとかヘアスタイル、じゃあそこも撮影するんで行ってきます。バイバイ。バイバイ。今のジュリバイバイ。감사합니다. 우와. 그리고 검은색 좀. めっちゃ卵. 무슨 뜻인지 알아? 네, 맞아요. 엄청 계란.めっちゃ卵だ。何色になるのかまだ知らないんですけど、知らないのやばいよね。でもね、言われないの、いつも言われなくて出来上がりで知るって感じ。ドキドキです。はい、まだスタイリング全然してなくて、まあ変なんですけど、コンセプトに合わせて髪色とかビジュアルがチェンジしていきます。じゃあまた会いましょう。お疲れ様でした。呼ぶせよ。呼ぶせよ。日本、韓国人ね、見て。はいよ。ね、すごいじゃん。ママ金髪じゃないよね。もうお芋はない。お芋あるかまだ。食べてない。お水でも飲みたい。そうだ、水ぐらい飲みなよ。便秘になるわ。いや、無理。無理。うん。大丈夫。水ペロって飲める。フィッティング終わるまでマジで無理。あ、でも偉いね。そう思うならそうするしかないね。私だったら飲むね。サイダーとか。やば。サイダー飲むとかやば。また連絡するね。オッケじゃあ寝てるわ、ジュリ。フィッティンー。グまで。オッケー。うん。バイバイママ。おいしいご飯いっぱい食べてね。でアンニョン。ママとの電話でした。改めましておはようございます。今美容院に到着しました。皆さん顔を洗って歯を磨いて、皆さんびっくりしました。歯も磨かず
顔も洗わず、もう20分ぐらいで家出たので、歯磨かないのみたいな。6人暮らししてるから、一人一人がちょっとゆっくりルーティンをしてる余裕がなくて、めっちゃ朝早くて、美容院に着いてからなんかルーティンみたいなことをやっていくんですよね。のでこれからこうやって美容院でなんかルーティンでみんながやってるようなことをやっていきますよ。やば、歯磨き粉ない。全然歯磨き粉がない。どうしよう。どうしよう。だからこういうのさ、ママとかさ、めっちゃ上手だよね。お母さんとか出すの、最後の一絞り。出た。ちなみに今は4時40分。歯磨き完了。ルーティンみたいですね。家でやることほんとほぼないですね。起きてからパジャマから、またパジャマみたいなんですけど、パジャマからパジャマに着替えて、それでもう出る、家出る、とにかく出る。やっぱりもたもたしてちゃダメなんで。よし。スキンケアとベースメイクの正規に来ました。スタート。メイクも顔のフェイスメイクも終わったので、お着替えに行ってきます。めっちゃキラキラだね。さあ、はい、今衣装に着替え終わったんですけど、私のモーニングルーティンかな、起きてから出発するまでの流れが終わりました。今日はミュージックビデオ撮影なので、3時40分ぐらいに起きて準備して、で今は7時26分です。ということでミュージックビデオ撮影頑張ります。朝からダンスシーンの撮影なので、ストレッチをしっかりして、ミュージックビデオ撮影は韓国に来てミュージックビデオ撮影するのは今回で3回目なんですけど、今回のミュージックビデオは充電切れせずに最後までやるのが目標です。最終修正、キラキラー。シェーディングはめちゃくちゃ大事です。シェーディングの自由に見た。シュリちゃんが今イメージカットを撮影しています。私はシュンです。かわいい。かわいいでしょ。今はナヒョンダンスシーン撮影してます。妹のダヒョンです。一生懸命ダンスシーン撮っていっています。頑張ります。
今4着目です。ジュリちゃんは今撮ります。頑張ってジュリー。あ、やっぱでもこれが最後これで撮影してミュージックビデオ撮影は終了します。やっぱりミュージックビデオめっちゃ過酷で大変なんですけど、でももう1年、もうすぐで1年経つので慣れてきて楽しく、でも今回はなんか慣れたのか、やっぱり人間って慣れますね。いい慣れです。楽しい、なんか新しい感覚でした。また最後まで頑張ります。バイバイ。準備完了しました。はいねえオルクリアンぽいじゃな。ジュリの妹。こんにちは。ロケットパンツマジで可愛いでしょ。かっこいいつまんねえ、どこがかっこいいのこれの。ねえ、あなたのどこがかっこいい？一番かっこいい。全然かっこよくない。全然可愛いじゃん。何これ、どこがかっこいいの？赤ちゃんじゃん、赤ちゃん。わかる？かっこいい、知ってる？かっこいいブスンとすんじゃあせよ。멋있다。멋있지 않지？可愛いじゃん、一番可愛いじゃん、ほら。누구가 봐도可愛い。誰が見ても可愛いよ。大変よ。勉強し直して。バイバイ。ジュリが韓国で一番好きな豆乳。ちょっとエナジーがなくなってきたので豆乳を飲みます。めっちゃうま。元気出る。よし、充電完了。めっちゃ天気いいやん。へっぴがやばいやん。走る。最後です。本日最後の衣装です。最後全部しょマジマ行ってきます。잠깐만 재밌는 거 찍자. 렛츠고! 자켓도 샀어요. 왔다요. 오스카레. 컴백크. かっこいい姿で迎え入れるように頑張ります。今日は一旦終わったので
時58分8時20分出発なので準備していきます。あった。今日はこれをこんな感じで楽ちんな格好にこのパンツ合わせようかなーって思います。はーい、準備終わりました。今は8時18分で19分で20分に下に迎えが来てるので車に乗ります。私服が見えん。鏡の模様が派手すぎてもはや私服が全然見えないはい、ちょっと髪の毛がやばいですけど、これから今日は陰気歌謡という歌番組ともう一つスケジュールがあるんですけど、てかもう顔がやばすぎて無理だ。ちょっと美容室で会いましょう。バイバイ。今日は天気が微妙ですね。8時45分、美容室に到着しました。감사합니다。美容院に到着しました。イエーイはい、おなじみの化粧室に来たんですけど、まあ今日はさっき起きて20分で用意して出発して、今美容院に着いたのが8時45分ぐらいに到着したんですけど、とりあえずいつも美容院で私のモーニングルーティンが始まるので歯を磨いて顔を洗います。はい、ちょっとドライ、なんて言うんだっけこれ、髪乾かすのなんて言うんだっけ、ドライヤーの音がちょっとうるさいかもしれなくてごめんなさい、すいません。で、歯磨きと顔の洗いが終わって顔の洗い日本語大表紙日本진짜やばいジュリーオッケーオッケーオッケー。はい、終わって今は高橋樹里なんですけど、ロケットパンチの樹里にこれからチェンジしていくぞ。あ、ちょっと待っててね。変身はい、ロケットパンチ樹里になりました。メイクも顔も全部終わって、あ、メイクと顔一緒か。髪も顔も全部終わって、アクセサリーもつけて衣装も着替えました。ただいまの時間が11時34分。11時34分。メンバー6人で3時間4時間準備の時間が必要です。なんでイヤリング片方だけかわかりますか？後ほどわかると思います。局に出発します。めっちゃ天気いい。楽屋に向かいます。ニャー、チュリプリーだ。ユンギョン。お、ウェイウェイ。
아침에는 이렇게 안 나왔는데 왜 지금? 今メイクをしますから大丈夫だよ 귀여워. 도착! 도착. 韓国は毎日1週間毎日歌番組があるから本当にすごいなって思います。私今回のカムバックが3回目なのでさすがに慣れたんですけど、最初はびっくりしましたね。ほぼ1ヶ月間出続けるので本当にすごいです。ヘッドセットもつけました。その美容室にいる時になんでピアスを片方にしかつけないでしょうかって分かりますかって質問したと思うんだけど、その答えがこれです。マイク右にあるんでピアスつけちゃうと全部入っちゃうので、踊ってる時にカチャン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 ってなっちゃうから、それがダメなのでいつも左だけです、イヤリングは。カメラリハーサル行ってきます。バイバイ。私の歌番組の時の秘密を一つ教えます。見てください。これシンバル、これ靴なんですけど、今日の私いつもこのぐらい身長を詐欺してますこれをいつも靴に入れてちょっとでも身長高く見えるようにしてるんですよ。カメリハ終わり。そうそう言い忘れてたけど今日は生放送なのでね、ヨニヨニ같이 바나나 먹자. 바나나 있어 오늘? 바나나ない. 주도.ヨニは甘いものが大好きだから、そうでもダイエットしてるからね、いつもバナナ食べてるんですけど、今日はバナナがないみたいで。おっとけ何もない1時33分です。今カメラリハーサル終わりました。見てジュリー。何はい誰だ。あれヨニでーす。あれちょっと懐かしい器用。はい今2時14分です。生放送まで、20分ぐらい、2時40分から日本では2時40分から2時40分から生放送をする歌番組ないと思うんですけど、韓国はやっぱ1週間で歌番組があるからそれぞれですけど、最終メイクの修正して20分後に生放送レッツゴーです。歌番組ごとに顔の映り方が全然違うので、メイクさんもすごい大変そうです。歌番組は20分前生放送行ってきます。バイバイ。モニターダヒョンおいで。いいわ。さっき舞台やってる時にヨニのピアスが落ちて私の靴の裏にくっついたんですよ。それでジュリが이렇게 빼고 있는 거 이렇게 빼고 있는 거 나와 됐다 온갖 화학품이 됐다. そう映っちゃって今日スユンがこうジェスチャーでみんなでね合わせてる、一緒に다 같이 하는 거 있는 거예요. 제스처 중에
じジェスチャーやろうって話してたのに、そのピアス事件のせいでもう頭の中もう真っ白になっちゃって、でスユンとジェスチャースユンのジェスチャーできなかった、一緒に。まあ生放送ならではのこういうこともあるよっていうね。1000万ソニックか、生放送のそんなシャムポイントが好き。あ私事前生放送のそんなシャムポイントが好き。あーかわいい日本語。生放送のそんなチャームポイントが好き。ありがとう。ありがとう。おいしい？おいしい。野菜食べてる。エンディングのランキング発表も出て、陰気歌謡今日の歌番組は終わりです。最後まで頑張ります。陰気歌謡が終わって、今日はスケジュール終わりかなと思いきや違います。この後は今日はですね、ファンサイン会して、今日それが最後のスケジュールです。行ってきます。ファンサイン会をしに来ました。今はオンラインなのでカフェに来て、今からスタートします。ねえ、かわいい。ソフィールボのまれじゃん。日本語話して。なんでくでろまれ。はい、今ユンギャーファンの皆さんとテレビ電話、ビデオ電話をする形でお話をして、ファンサイン会をしています。その書いたサインは後ほどファンの皆さんに届くようになっていて、直接会えない状況ですごく私たちも寂しいんですけど、でもまあこうやってビデオ電話っていう形で世界のファンの皆さんとコミュニケーションが取れるので、それはすごく嬉しいです。私がかわいい。日本語を話すメンバーが可愛すぎて死にそう。そうみんなともっと会いたくて。また明日、そっか、会おうね。ありがとう。またね、愛してるよ。私の方が日本語上手でしょ。スユンは YouTube で日本のバラエティをめちゃくちゃ見てくれてて、それで日本語勉強してるんですよ。だからなんか面白いっていうか、本当に発音がいいんですよね、他のメンバーより。本当に上手。めちゃくちゃ頭いいな、みんな。そうなんだ。そうですよね。8時半です。今日の最後のスケジュール、ファンサイン会が終わりました。オンラインの退群します。帰宅します。今日もお疲れ様。お家到着。みんなでただいまの時間が約9時です。20時52分、約9時です。もっともっとカムバして、最初の週は忙しかったり、本当に毎日4時とか5時起きでみんなでその事前収録したりして、一日中こうやってしてるんですけど、以上歌番組ルーティンでした。じゃあお化粧落として今日はお休みします。明日も歌番組撮影あるので。じゃあお疲れ様でした。いいねとコメント待ってるよ。おやすみ。
こんにちは。今 YouTube でジュリフルデイズが公開されて何日か経ったんですけど、何日だろう、3日経ったんですけど、16万2292回も再生されてて、ほんと自分がちゃんと考えて始まったんですけど、こう見てくれる人がいっぱいいてびっくりしました。本当に嬉しかったです。だからこれをちょっと見てコメントも読んで話したいと思います。じゃあまずはやっぱりこのエピソード1をちょっと一回見ようと思います。再生見た？みんな見た？これジュリが当たり前にしてたことなんですけど、なんかコットンに染み込ませて顔につけるんですけど、化粧水に染み込ませて、これ AKB っていうか日本でアイドルしてた時からめちゃくちゃやってて、結構日本のそのメンバーとかもほんと当たり前なんですよ。当たり前なの、朝メイクする時に。だけどなんか韓国人が見たらなんか面白いみたいで、そのスタッフの人とかにめっちゃこれめっちゃ面白かったみたいに言われて、そこってなった。そこじゃないってなんだろう、文化の違いかな。髪色がカムバック前だね。今めっちゃ金髪だけど、金までいかないか。茶色でもないか。まあいいかネイルをしに行きます。見て、今ピントー、今かわいい。また変えたの、今日ネイル変えた。全然ピント合わないじゃん。あ、来た。あったー、さくらんぼー。くださー。終わりました。ここの先生めっちゃ優しい。大好き。いいよー、かわいい。グミが。かわいい。あ、ソヒの手。かわいい。ソヒの日本語ってめっちゃ可愛くない？よりもっとソヒの日本語を聞ける機会増えたら嬉しいな。こんにちは。今日は今美容室にいつも並んで行きます。全然違う、今と。知らないんですけど、知らないのやばいよね。まだ言われないのよ。言われなくて、これどうなんだろう、みんなびっくりするのかな、慣れてない人って。こういう事実、全部の多分全部の事務所がこういうスタイルなんじゃなくて、あくまで私の事務所のやり方なので、まあ、全部がこの言われないこととか、そういう全部の K-POP アイドルがそういうスタイルなんじゃないよ。ジュリがそういう一つのパターンです。バイババイバーイ。イ。今のジュリバイバイ。あ、ママやばい。ママも見てるよ、ジュリフルデイズ。食べてない。お水でも飲みたい。そうや、水ぐらい飲みたい。みんなは。いや、無理。ママ知らないからね、これ撮影してるの。撮影しながらテレビ電話してるの。もうすぐ終わっちゃうんだ。あ、もう終わりだ。友達にさ、足のあざめっちゃ心配された。これは痛くないあざ、なんかよくできちゃうやつ。終わったよー。これが記念すべき1回目の YouTube ジュリの人生の中で。最初はジュリが
その編集自体パソコンとかも全部買って韓国でそのカメラも買って YouTube をしたいって言ったんですけど、まあでもその事務所の人たちと話してそのアイデアはすごくいいけど、やっぱ YouTuber っていうお仕事じゃないですかもう今って。なのでやっぱカムバックと一緒にやるとすごい大変、その編集とかも全部一人でやってると大変だよってなって、でもっとさらに私はそのやっぱ外国人なのでこっちではやっぱメンバーよりも、まあ、その韓国の歌とかパフォーマンスとかまだ倍練習しないといけないし、そのやっぱ舞台ステージの実力とかも上げないといけないから、そこでまあやっぱり編集とかも全部やるってなっちゃうといいステージを見せれなくなっちゃったらあれなのでダメじゃないですか。なのでこうなるべく協力してもらってみんなで作ってるって感じです。撮影とかは全部一人でやってます。モーニングルーティンとか。じゃあコメントをね読んでいこうかな。いやでもまずね、本当にねこんなに見てくれると思わなかったの。本当になんかありがとう。でもうね正直ね我慢してたの見るの。なんでかってもうなんか泣きそうになっちゃうんですよ。なんかみんなのコメントが本当に優しいし、なんか日本語があるのとかもすごく嬉しくて、今914個もコメント来てるんですけど、なんかほんと信じられん。うわー。自分自身に興味を持ってない方でもちょっと見てて楽しいなって思うコンテンツになればいいなって本当に思ってます。なのでこういう情報として取り入れて見てくれる方がいるのとかもめちゃくちゃ嬉しいですね本当に。うわーやばい、泣きそうめっちゃ卵で安心したがやばい、面白い私のこともともと知ってる人なのかな。そうです、今も卵大変そうで苦労もいっぱいしてそうだけどでも本当に楽しそうだねっていうようなコメントがあったんですけど、なんかそういう楽しい姿を見れて嬉しいっていうコメントが本当に嬉しくて、いっぱい辛くてたくさん泣いたんですけど、今は辛いことがあったり泣くっていうことがほぼなくて、まあ辛かったらすぐどうやったらその元が原因が解決できるかっていうのを考える、まあそういう風に意識してて、涙なんか辛くて泣くっていうことが本当に少なくなったんですけど、もちろんやっぱり大変なことってたくさんあるじゃないですか。たくさんあるけどでも楽しいから楽しいんですよね。全部新鮮で楽しいから自分自身がのリアルだから、このジルフルデイズがだからそれを見て本当に楽しそうとかそういうコメントがあるのがめちゃくちゃ嬉しいです。本当伝わってるんだなって思って、そうやって日本語でコンテンツを始めるのって結構大丈夫かなって思ったりもしたんですけど、始めてよかったなって思いました。みんな誰かのためになってるなって、このコンテンツが。はい、まあこんな感じでどんどん面白いコンテンツを届けていければいいなって思います。そういう携帯いじる時間あったらいつもこの YouTube のコメント読んでて、本当にみんなのこういうコメントが自分の力につながるんですよね。それぐらいなんかこういう一つ一つのみんなが何気なく書いてくれてることだったり、もちろん心を込めてコメントしてくれる方も多いと思うんですけど、本当に
届くんですよね、心に。だからこれからこのコメント欄に私に対しての気になることとか、私に興味がない方も普通に K-POP のアイドルに興味がある方で気になることとかあったら全部ここに書いてくれたら、私がそれをそのリクエストに応えていきたいなって思うので、ぜひみんなこのコメントしてください。みんなこれからも応援よろしくお願いします。私も韓国で頑張って、ロケットパンチとして頑張って、もっともっと実際にみんなに会いに行けたらいいなって思います。いつかね、世界のみんなに。でも今は難しい状況なので、こうやってみんなとなるべく出会える場所、つながれる場所ができればいいなと思って始めたので、こうやってみんながコメントしてくれたり見てくれたりして本当にありがとうございます。コメントいっぱいしてください。あといいねもよろしくお願いします。でもっとみんなが楽に見えるようにロケットパンチのチャンネル登録してくれたらいいなって思います。じゃあ次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。新しいネイルこんにちは、ジュリです。じゃーん。このジュリが完成するまでを全部見せていきたいと思います。スタート。おはようございます。アンニョンサグア、朝ごはん。青リンゴって赤いリンゴよりも体にいいみたいです。スユンが言ってた。残りは昼。韓国ではビーズのアクセサリーが流行ってて、これはスタイリストさんの友達が作ってくれたロケットパンチジュリ、ロケットパンチジュリはい、かわいすぎる。メイクしていきます。スキンケアをしていきます。これは化粧水とかじゃなくて拭き取り化粧水みたいなので、ほこりとか肌についてるのを一旦拭いてます。乾燥しているのでクリームを塗ります。저희가 좋아하는 예쁜 소재는 내가 좋아하는 줄이 이렇게 그 다음에 프라이머 좀 더. これはプライマークリームなんですけど、肌の色を明るく見せるために塗ります。あと維持、化粧したらちょっと肌の色が明るくなったかな。ベースファンデーション。そっか、ベースが終わったのでこれはファンデーションです。좀 밝게 많이 밝게. 음악 카메라에 밝아야 예쁘게 나와요. やっぱり普通よりも明るくして作るみたいです。歌番組でカメラ照明とかがあって、それで綺麗に暗く映らないように明るめのファンデーションを使ってます。선생님이 평소에 하는 파운데이션보다 밝은 거예요? 엄청 밝아요. 네! 처음에 알았어요. 아 진짜요? 어디예요 브랜드? 슈에모라랑. 네. 슈에모라? 진짜로? 와. 랑 투페이스드 이렇게 2개. もうすでにできてきましたね。ファンデーション? 조금 더 네. 밝히고 싶어서 하이라이팅. これ今塗ってるのはちょっと明るい色をもうちょっと混ぜてハイライト
作ってるみたいです。여기만해요。 여기랑 뭐 이렇게 콧대. これはその明るいファンデーションはこの頬骨、ここ目の下とこの鼻筋と眉毛の間と顎に塗るみたいです。なんか最近は普通のアイドルとかじゃなくても結構やってるみたいですね。ジュリはやってなかったです。ファンデーションは1色しか使ってなかった。何色を使って2色か。あ、2色とちょっと明るいやつ。이거 뭐예요? 이제 다크서클이랑 모차티 이렇게 팔레트로 만들어서 선생 이거 진짜 불러. 다 다른 거. 진짜 멋있다 이거. 베이스 이제 끝났다. 베이스가 終わりましたよ. 선생님 진짜 빠르다. 정재. 감사합니다. 뿌뿌뿌뿌. 나현아. 이리 와. 나현 이리 와. 예쁜데? これからメイク顔を作っていきます。さっきはベースが終わったので한국에서도 뭔가 눈썹이 유행? 모양 있으세요? 요즘에는 딱히 그냥 자연스럽게. 最近は眉毛の形にも流行がなくて自然な形がいいみたいです。この後はアイシャドウを塗っていきます。この一番色が薄いやつを塗りました。アイホールにオレンジ 오렌지는 아니고 네. 귤색? 귤색? 귤 알아요? 귤? 네, 미간. 귤, 과일. 귤색. 선생님 진짜 귀여워. 오렌지잖아요. 미간. ここにもちょっと塗って全体すごい涙袋애교살 맞아요. 애교살. さっきのみかんのアイシャドウを 삼각존. 삼각존の三角のところ目尻のにも塗っていきます。アイシャドウの次にすぐビューラーをします。まつげを上げる。まつげがすごい重要みたいです。맞다. 선생님, 네. 그냥 펜실 사용하잖아요, 일반 사람이. 근데 왜 젤 라이너예요? 이거는 우리. 그거 유지력 받은 유지력? 이지력. 더 오래가. 그렇구나. 그더 진짜다? 더 디테일. 오. 와, 선생님 진짜 천재. 눈 진짜. 세월도 찍었었는데 깜짝 놀랐어요, 지금. 저는 좀 길게 하는 게 포인트? なぜならその目の縦幅はあっても横幅がなくてバランス的に目を横に大きく見せたいのでメイクで이거 속눈썹 붙이는 거 진짜 하나 하잖아요. 하나 어려워. 이거 선생님이 진짜 정제. 그래. 이렇게 바르고 있는데? 아니? 이렇게 한 줄. 근데 이걸 하나하나 띄워서. 우와. なんかドン・キホーテとかにあるじゃないですか。そのつけまつげ。でそのつけまつげを先生たちは切って一本一本の毛にしてからつけるみたいです。つけまつげした後に塗ったやつは本当に自分のまつげとつけまつげをくっつけるためのマスカラでこれがしっかり見えるようにボリュームマスカラでまたみかん色のシャドウで色を整えて 채도 이렇게 더 넓게 발라줘요. 여기까지. 目がここまであったらいいなってぐらいまでアイシャドウで描いていくとこう보여요。
엄청. すごく目が大きく見えるみたいですよ. 선생님이 만들어주는 주리는 귀여워. 귀염둥이. 선생님이 없으면 그래도 귀염둥이. 그냥. 주리는 피부톤이 네. 노란색이에요. 아 맞아요. 그래서 노란색 하면 칙칙한 거 뭔지 알아요? 아 알아요. 그러니까 주리 元々の皮膚の色が黄色なんですよ。さっきも言ったように。だからその黄色とかのチークをしちゃうと綺麗じゃないので、もともと肌の色が黄色ベースの人は핑크색이 잘 어울리는 거예요. 잘 어울려. 그런데 머리도 네. 웜톤? 아 네네. 이것도 웜톤? 이것도 웜톤이면 안 돼. ああ濃いめにメイクをしないと見えないので、その歌番組ごとに全然違うみたいです、メイクが。やっぱりなんかその歌番組の場所の照明とかカメラの映り方が全く違うので、진짜天才。끝났어요. 終わりました. 아, 이거 뭐예요? 한상? 이거는 픽서. 픽서여서 네. 고정. 메이크업 고정. 아, 파르 とかも全部固定されるみたいです。さっきのシュッシュってやつ。 고생하셨습니다. 선생님. 쉬워요. 아프지 마세요. 衣装にも着替えて、今日なんかチアガールで可愛い。ロケパンチこんな感じで、まあでもコンセプトによって全然するメイクとかも違ってくるので、まあ、今日はこういう感じでこういう色とかを使ってメイクをしたんですけど、これでロケットパンチのジュリが完成イエーイ。おはようございます。今日はラジオなんですけど、ラジオの生放送があって、その前に V ライブするので、自分であいたジュリの韓国のお気に入りの飲み物ということで、スキンケアからしていきます。おなじみの方法、エピソード1で登場しましたこの方法です。13歳ぐらいから永遠にやってる方法。これ今化粧水をコットンに染み込ませて、避けるコットンを使ってるんで、裂いて貼る。こうやってまあパックのね、これ日本から輸入しました。見て超でかいっしょ愛するママが送ってきてくれた、これめっちゃいいよね。パックをして、そんなに長くしなくていいんですよ。まあ BB クリームですよね。ライトベージュを使ってます。こんな感じの使ってます。下地を塗っていくんですけど、私本当に厚塗りしない、厚塗り似合わないタイプで、なのでこうやってちょっと中心に塗ったらすぐスポンジで押さえ伸ばしてって、内側から外側に伸ばしていって叩きながら薄く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 。そしたらジュリはいつもナースの、何これ、ナースに謝りたい。何も見えへんやん。すぐコンシーラーを塗るんですよ。ベース塗った後、ベースっていうかなんか一回塗って、この後私クッションファンデもするんですけど、その間にコンシーラーをやった方がいいって聞いたことがあって、で私韓国でまあ1年今経ってアイドル始めて、でも基本自分の毎日メイクは日本のその AKB の時と全然変わってないですね。やり方本当にちっちゃい頃から変わってないかも。
ぱ日本のアイドルっぽくなるんですよね、私はやっぱ。のクッションファンで明るいやつです。別にほんと厚塗りしない。これもただちょっと叩く。髪今明るいからアッシュ系の明るめなやつでアイブロウマスカラをしたら、私はリキッドのケイトを使ってるんですけど、もうめっちゃおすすめ。これ超使いやすい。これほんと中学生ぐらいから使ってる。長めに描きます。このパウダーを目元だけにします。なんか全体的にそんなにマットになりすぎたくないけど、目元にパウダーをしとかないと目元はやっぱよれるので、目元にパウダーをして、今日はこれを使っていきます。ジュリの毎日メイク、オレンジ系、私オレンジ系かピンク系、この2つをサムネイルみたい。この2つのどっちかですね、いつも気分で決めて、今日はピンク、これだな。アイホール全体に塗ります。これを取って、この三角のゾーン、目尻、これを二重幅、ちょっとグラデーションっぽくいきました。からの、私も韓国の先生にもよく言われるんですけど、やっぱりまつげが一番私は重要らしいので、目の部分で。なんでまつげはめちゃくちゃ上げていきます。でもホットビューラーなどは使わないというめんどくさがり屋さんです。ビューラーでできる、もうできる、日本語忘れた。할수 있는 만큼って뭐야 일본어。できる、なんだ本当になんだ全然わかんない。わからん、日本語覚えてない。はい、アイライン引いていきます。アイラインいつもランコム、この黒目の一番内側からアイラインを引きます。この黒目よりも中は引かない。なぜかって私そんなに二重幅が広くないので、中心まで埋めちゃうと目が逆にちっちゃく見えちゃうから、だから黒目の始まりっていうか内側から目がここまで大きければいいなってぐらいまでラインを引きます。バッチリ濃いメイクっていうよりかは、こういうブラウンとかでちょっと色には抜け感を出すんですけど、ボリュームは出したいっていう。色を抑えてる分ロングにボリューミーに塗っていきます。これチークはポン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 。ひどい、明かりがもうダメだ。ちょっとチークつけすぎたんで、フィニッシュパウダーをどうせ塗るから大丈夫。キャンメイクのフィニッシュパウダー、紫系ですねをフィニッシュ良ければ全てよしということで、最後リップ、イヴ・サンローラン、終わっちゃった。私の毎日メイク20分ぐらいから始めて40分ぐらい。でもこれが40分かかったって問題だな。全然やば、ごめんなさい。
ンチとカフェに来ました今日もこんな感じの食事をとってるんですけど、私たちみんな常にさ活動してる時はマジで卵とかしか食べないよね. 계란 나 그런 거밖에 안 먹지. 공기 먹어요, 공기. 공기가 뭐야?空気. 연이가 空気食べる. 무슨 맛이에요? 조금 단 맛이에요. 아마이.空気が甘いみたいな. すごいナイスファイト. 나이스. 그 다이어트 할 때 엄청 먹고 싶은 거는? 치킨. 야. 甘いものじゃない? 甘いものはちょっといつも食べたいから。スユンね? 私はもう全部食べたかったけど、 스윤 진짜 좋아요. 食べ物好き. あれだ、パン。 마모스 빵. 마모스 빵ない. 마모스 빵. 나 일본 없어? 일본 없어. 진짜 없어요? なぜですか? 지금 일본で 마모스 빵 見たことないけど. 私持っていくから待ってね。マジで美味しい。 마모스 빵 めっちゃ美味しいよね. ほんまに美味しい。 주연이는요? 치즈な. 튀긴 나. 치즈 볼을. 치즈 스틱. そういうの食べたい. もう絶対食べれないもの. 絶対食べちゃダメなものが食べたい. そうです. 먹어도 되는 날 때 뭐 배가 없는 거예요. 많이 먹고 싶은데 진짜 근데 それがめっちゃ悔しい. 수연이가 マジで悔しい. 수연이가 말했었는데 もう私悔しいってずっと言っててなんでって言ったらダイエットのせいで胃が小さくなっちゃったって. 근데 난 똑같던데? 전부 다라. 윤경이가 진짜 너무 신기해요. 윤경 뭐야? 윤경이 한 번 다이어트 시작하면은 응. 아예 안 먹잖아요. 아 윤경 그 이거 보스 뭔가 진짜. 그 사진 항상 뭐 예쁜 여자 맞아. 그거 여기에 수지 선배님? 윤경 다이어트 방법이 여기에 이게 수지 선배님인데 너무 예뻐가지고 これずっと見てな뭔가意識的にすごい意識高いです윤경本当に 두유만 먹고요. 진짜. 근데 이거 진짜 안 돼요. 몸에 안 좋은 그냥 다음에, 하고 다음에. 싶었던 말이 뭐냐면 절제력이 먹고 싶은 게 있잖아요. 절제력이 진짜 좋아요. 그래서 뭔가 신기해. 원래는 응. 아침에 안 먹고 응. 점심에 샐러드 먹고 응. 저녁에 과일 먹었었는데 그게 운동을 했을 때 먹어야 살이 잘 빠지는데 응. 최근에 내가 아팠었으니까 운동을 못 했잖아요. 그래서 이번에는 더 안 먹고 멤버들이 말한 것처럼 막 두유 디톡스. 먹고 디톡스하고 아, 해서 다이어트 했어요. 진짜 말할 수가 없어. 진짜 힘들어. 진짜 너무 이건 진짜 먹고 싶은 거 다 먹으면서 살 뺀다는 건 진짜 판타지예요. 판타지. 슬라임인가요? 우리 그래도 건강하게 빼고 있죠. 이렇게 안 먹을 땐 영양제 약 먹으면서 하고 있어서. 비타민이랑 タンパク質とかは絶対取りながら、まあ、食べながらそういう健康なものを食べながらこんな感じでダイエットしてしています。ダイエット嫌いだけど大事지 그래도 중요지 진짜. 이치방 중요했어. 다이어트 진짜 우리 파트너다よね. 파트너. 다이어트 때문에 힘들고 마음이 아프고 그래도 다이어트 때문에 행복하잖아. 성공하면. 그러니까 요로시쿠 다이어트 짱. 다이어트 요로시쿠. 멤버 맨날 어떻게 미안하다. 수고했다. 이치 단짝 친구 될 거예요? 싫어 싫어. 안녕. 오케이. 10時21分。この豆乳が110キロカロリーで、この卵が、1つ 59.3 キロカロリーです。約2時になりました。2食目は、じゃーん。これは干し芋。お腹すいた。はい、これが韓国のコンビニで、まあ、普通に売ってる干し芋なんですけど、165キロカロリー全部です。
今日の2食目は超お腹にたまるし消化にも良いのでよく食べます。今日の2食目は干し芋です。いただき。めっちゃお腹空いててやばい。さっきファンサインから終わって今日は V ライブもあるので会社に来ました。美味しい。ここに書いてある。ウンドンチョンフエドプダンオプシ。なんか看護広告みたいになってるけど全然広告じゃないですよ。なんか炭水化物を結構我慢するので、でもさ、これ炭水化物でも食べてもいいやつだから干し芋すっごい助かってます。美味しい。これ1袋は1回に食べないんですけど。今約3時55分約3時55分ってなんやねん。 V ライブも終わったのでさっき朝食べた卵の半分食べます。あと今日って特別その歌番組とかじゃないじゃないですか、スケジュールが。なんで全然お腹空かないですね。全然こんな感じで、まあ歌番組がない日、踊らなくてもいい日ってそこまでないんですけど、踊らなくてもいいスケジュールって軽めに食事をしてます。じゃあいただきます。韓国のゆで卵めっちゃ美味しい。もう必須。ゆで卵必須です。ちっちゃい頃に卵アレルギーだったんですよ。でその卵の数値が上がっちゃって食べ過ぎて卵だから、それ気をつけないといけないから、なるべくいろいろなものを食べながらダイエットする方がいいけど、そうにもいかないのでなんか1日3つまでって決めてます。卵は干し芋。コメント欄にやっぱ多かったんですよ。カムバック前の食事管理はどうやってやってますかとか多くて、今日出てきた食料ってほぼこの2つ、今日はこの2つだけど、この他には例えば朝果物を食べたり、リンゴを食べたり、踊る前にバナナを食べたり、サラダを食べたり、本当にシンプルです。なのでなんか皆さんに見せれるような動画になるかわからなかったんですけど、これがリアルですね。このゆで卵とか干し芋とか、主に食物繊維、タンパク質などを中心に、果物とか中心に私たちはとって、そのカムバックの準備期間プラス活動期間はそうやって過ごしてます。約3ヶ月か4ヶ月間その生活をして体型管理をしています、私たちは。これから運動をしに行くんですけど、その前に豆腐キムチいただきます。やっぱこういうお仕事をしている上で朝昼夜食べれないので、1食目2食目3食目って言ってお腹が空いた時に食べるって感じです。
なんか朝昼夜って決めるのは自分的にすごくストレスで、なのでお腹が空いた時とか運動する前とかに取りますね、食事を。すごい辛いだろうなって思う方いるかもしれないけど、健康的なものをバランスよく食べているので辛くないですよ、そこまで。サムネイルの写真があると思うんですけど、こちらですね。はい。ピント。まあサムネイルで見てると思うんですけど、これ私ですこれはまあ2016年2月ですね。18歳の時の私。まあここにあるのかな、こっちにあるのかなはい、18歳だから今22歳なので4年前の自分です。4年前の自分がもう太ってますね、明らかに笑うとこですよ。でもジュリが言いたいのは、さっき見せたこのサムネイルの写真との時も今もどっちもダイエットをしているんですよいや、お前絶対してないだろって思いましたか？サムネイルのジュリー、サムネイルのジュリー、ダイエット絶対してないだろ、好きなもんばっか食べてただろって思った方いると思うんですけど、してましたよ、ダイエットしてたんですけど、間違った方法でダイエットをしているのがこのサムネイルのジュリちゃんで、まあ今韓国でデビューからずっと自分に合ったダイエットをしてるので、身長は一緒なんですけど10キロ以上違います。10キロ以上違う。10キロ痩せました、その18歳の時よりも。なのでその当時していたダイエットをまず話すと、今よりもいや本当に嘘だと思うと思うけど、今よりも食べてないし、この時の方が嘘話してるみたいな。嘘じゃないよ本当に。この当時はやっぱり暴飲暴食をしてたかもしれない。本当に長時間、例えば長時間食べずに過ごして、まあストレスが爆発して暴飲暴食をしていたとか、まあ、結局食べちゃってた。食べるものが本当に違ってましたね、今と。なんか例えば今って食物繊維とかタンパク質とかそういう栄養素を注意して食べてるけど、昔はやっぱり暴飲暴食するってなったらお菓子とか食べちゃうじゃないですか、自分の好きなもの。なんでまあそういうのの積み重ねで今より10キロ太ってたし、でも今よりストレスもいっぱいで、とりあえずそういう過去があったっていう話なんですけど、まあ過去って言っても4年前なんで、やっぱり本当に世の中の女の子は通る道だと思うけど、めちゃくちゃ極端にダイエットしたり、やっぱ心も体も不健康になっちゃったらダメじゃないですか。で、私も結構本当に大変だったので、ダイエットこうやって韓国でデビューするまで実際に自分がやった良かったことをだけこの動画で教えたいなって思います。暴飲暴食をしたいってなった時の解決方法を説明します。私は整理してあって、自分の中でこれ結構勉強して私が得た知識なので結構いいと思うんですけど、まず1、じゃあ揚げ物を食べたい時はカリウム不足なんですよ、体が。なので揚げ物食べたいってどうしても食べたいってなった時はアボカドや納豆やバナナやリンゴを取ると OK です。で、しょっぱいものが食べたい時、そういう時はミネラルが足りていないので、ミネラル不足なので魚介類、ナッツ、豆腐や納豆、ここでも納豆が出てきましたね。すっごい食品、すごいいい食品なんですけど、まあこうで、パンが食べたい、どうしてもあるじゃないですか、なんか小麦粉食べたいみたいな。私もあるんですけど、結構とにかくパンが食べたいってなった時はタンパク質が足りてないので、赤身肉、卵、チーズを取るといいと思います。まあ赤身肉、まあサラダチキンでもありですね、タンパク質なので。で、チョコレート、どうしても甘いものが食べたいってなった時にマグネシウム不足なので、サバ、くるみ、きのこ、ひじきを食べるといいです。だから私もチョコが食べたいってなった時はアーモンドを食べたりします。まあくるみじゃないんですけどね、アーモンドもいいと思います。暴飲暴食、食べたいものが出てきて、でその時って
自分の体の栄養が足りてない証拠なんですよね。だからまずはこういうもので埋めて、例えばだから私たちはこう1日に2回サラダを注文する時のトッピングに揚げ物が食べたい時はアボカドをトッピングしたり、チョコが食べたい時はアーモンドをトッピングしたり、そういう風にサラダを作って注文します。体の言葉を聞くのが一番いいと思います。でこれ食べると結構落ち着くんですよ、精神的に。なので一回これをやってみてほしいです。これをやってからどうしてもやっぱり食べたい、やっぱ我慢できないなって時は食べちゃっていいと思います。運動すれば。はい、そして2つ目に自分が大事にしていることが睡眠。睡眠はまあ不規則な生活をしてるんですけど、私たちでもジュリーもなるべく寝る前に携帯いじらないようにしたり、睡眠の質は良くしようと心がけてます。で睡眠をやっぱり取らなくなると体重が落ちないですね。まず体重が落ちないのと、むくみます。むくむのとプラス自律神経が乱れると思います、私の経験上。なのでやっぱり睡眠の質を良くすること、なんか長時間寝れなくても寝れる時にの質を良くすることが一番いいと思います。それのために心がけてることが自分のルーティンを作ることですね。で私のルーティンが、体重、朝起きたら必ず体重計に乗ること、ストレッチをすること、白湯を飲むこと、温かいお水を飲むこと、これを韓国に来て、必ずやってます。朝に、自分の中の朝に。この言葉の意味は、例えば歌番組だと1時半、夜中の1時半に起きないといけなかったり、ミュージックビデオだと3時半に起きないといけなかったり、なので始めました、このルーティンを。これをすると自分の体が朝だっていう風に認識するんですよ。ジュリが起きたってなやばいでもいいか、始まりだよ、頑張るよっていうのを体が分かるように勉強させることが大事で、どんなに不規則な生活でも、どんなにストレスが溜まっても、どんなに睡眠不足でも、これがあれば自分のオンオフのスイッチっていうのができるので、自分のルーティンを作ること、必ず朝やることとかを作ってあげると、自分の体がストレスをそこまでためなくなるんじゃないかなって私は思います。で白湯を飲むことも結構おすすめです、普通に。でその体重をなんで朝毎日測ってるかっていうと、その体重を測ることによって自分がどんな食べ物を食べたら、太るのかっていうのが把握できるようになります。でむくんじゃう食材とかも把握できるようになるし、生理の時のストレスあるじゃないですか。生理の時にどれぐらい自分の体重に変動があるのかを把握しておくことで、なんでいつもこんなに頑張ってご飯我慢してるのにっていう謎が一番ストレスじゃないですか。自分のことを分かっていないとストレスが結構多くなってしまうので、毎朝体重を測るっていうのはおすすめです。最後、運動です。運動はすごく大事ですね。やっぱりなんか口が寂しい時とかあるじゃないですか。なんか食べたい、そういう時にランニングすると収まります、食欲。なんかやっぱそういうリフレッシュにもなるし、運動は。で私が基本やってるのが30分ランニングをした後に20分筋トレをしてるんですけど、有酸素運動と筋トレをしていますね。それがおすすめです。ジュリの経験上、思いっきりいっぱい運動した日の次の日体重が増えてることがあって、めっちゃムカつくんですよでもそれはしょうがないです。脂肪が筋肉になったら、そういう現象があるみたいで、その次の1回でその体重増えたって日は運動しないんですよ。休む、1回。歌番組があったら踊ることになるけど、自分の個人的に有酸素とか筋トレをしない日を作って、その次の日痩せてます。ルーティーンの中にストレッチが入ってたじゃないですか。で終わった後ですね、筋肉を伸ばしたりしてあげないと結構体重が減らないです。
なんかよくわかんないけど、その仕組みは。まあ運動を思いっきりハードにやるっていう日があってもいいと思うけど、必ずストレッチをしてください。ポイントです。私的にもう一つやってるのが、自分の一番ベストな体型の時に自分に似合うやつ1着持ってるんですけど、それを定期的に着て、なんか似合わないなみたいな、なんかムチムチしてきたなって、なんかそういうすぐ分かるんですよ。鏡見れば変わったなって思った時、減量しますね。すぐ。自分の体型をキープするための服を持っといた方がいいって言ったんですけど、その服を着てちょっと紹介します。これ T シャツ、私がいつも体型管理やば、見て、もう汚いんですけど、これは別に勝負服とかでもない、もう体型の確認のためだけなんで、この餃子の皮みたいな、いや春巻きかみたいな T シャツ、小さい S、もう S めっちゃちっちゃい。その会社でその衣装さんに絶対アイドルは S かその下のサイズって言われて、練習生の時にでめちゃくちゃダイエットして、この2つは基本ずっと持ってるし、結構定期的に履きます。これはスキニーですね、普通に。はい、来ました。こんな感じで、まあ自分の体型がよく見えるような感じの服を定期的に着て、でなんか二の腕とかお腹が出てるなとか、常にまあとにかくベストな体型の時の洋服、体が見える服を持っておくっていうのが体型キープするのに良い方法かなと思っています。まあ親に心は自分のものかもしれないけど、体は借り物だよって教えられてたんですよ、ちっちゃい頃から。なのでその体は大切にしないといけないですね。人生が終わるまでみんながストレスなく、そういう悩みとかも解決して自分に合ったやり方でダイエットできればいいなって自分は思います。でダイエット最初大嫌いだって叫んだんですけど、実際やっぱり自分の自信につながるし、ダイエットに成功すればで自分が変わるきっかけでもあるから、嫌いだけど好きですね。私はアイドル最後の日までちゃんとダイエットと向き合って過ごしていきたいと思います。いいねって思う方がいるかわかんないけどいいねとかコメント待ってます。チャンネル登録もよろしくね。ダイエット嫌いバイバイ、頑張ります。ジュリでーす、ヤニでーす。せーの、質問コーナー上手。はい、今日はみんなからコメントでいただいた質問にどんどん答えていきたいと思います、私が。で、ヨニが今回その質問全部読んでくれるので OK、 スタート。はい、こんにちは、ヤニでーす。かわいい最近ヨニ OK、グループで一緒に住んでいることが多いと思いますが、完璧。毎日のお洗濯や掃除ちょっと待って毎日のお洗濯や掃除なども、自分たちで知っているのですか？はい、この質問があったんですけど、私たちは毎月こう担当をあみだくじで決めてるんですよ。연이가 우리 항상 하고 있는 거 있잖아. 맞아요. 사다리 타기. これみんなも使うと思うんですけど、あみだくじがあってこれを使ってます。이렇게こうやってこうやって出るから、
その1ヶ月に1回このゲームをしてみんなで網だくじを決めてて연이 지금 뭐예요? 연이 지금 분리수거 분리수거? 분리수거가 뭐야? 이거 페트병 종이 연이が分別ゴミを分別する係で、私が今この生ゴミを捨てる。あと洗濯係がダヒョンとスユン、でユニとソヒがそのゴミ分別ゴミを捨てに行く係で、ユンギョンがなんだこれ掃除機だ。掃除機。こうやって網だくじで決めてます。그렇습니다。みんなでやってるよ。次、韓国麺の日本語可愛すぎるから日本語のお勉強の裏側見たいです。はい、めっちゃこの質問も多かったんですけど、じゃあ今ヨニと一緒に早速始めたいと思います。お勉強の時間です。じゃあヨニ、ジュリが日本語일본어 말하니까 그걸 연이도 해주세요. 오케이. もっともっと素敵になりたいです。もっともっと素敵食べたいです。素敵になりたいです。素敵になりたいです。まじゃ。素敵な食べたい。素敵なりたい。はい、じゃあ有名な映画の一シーンの練習をします。みんなが知ってる君の名は、韓国人もめちゃくちゃ君の名は好きで、その有名なシーンをやろうと思います。ヨニと一緒に。じゃあヨニが滝くんで、私がミツハ。私が滝くんって話したら、ヨニがミツハ。やばい。できない。オッケーよ。できない。滝くん。ピッチャー。タシ。オッケー。滝くん。めっちゃ。なんだピッツァになっちゃうんだろうな。ミッツァ어려워? 뭔가 어려운가? 그 미츠하가 미츠하 이렇게 떨어져서 발음하는 게 미츠하. 이렇게 한국에 없는 발음인가? 앞머리 나이. 앞머리 나이? 귀여워. 처음에 이거 그러니까. 진짜 피자로 진짜 갑자기 急になんかイタリアンの料理の注文かなみたいなミツァ。そう、こうやってでもみんなで映画を見ながらとか、例えばまあそうですね、メンバーと会話をしながら練習してで楽しいです、本当に。次、ジュリちゃんが韓国語ができなかった頃、どうやってメンバーと仲良くなって意思疎通してたのか。いいよいいよ。意思疎通してたのかが気になります。이거 연이랑 제일 기억에 있는 게 우리 다 같이 그 스크서에 와서 번역기 사인하고 말했잖아요. 맞아요. 翻訳機を使って話し合ったりしてました。実際になんかみんなで話さないといけないけど、本当に私も韓国語できないし、ヨニたちも日本語全然まだわからないって時に、やっぱりでも一緒に生活してるから話し合わなきゃいけない場面があって、その時すごい真剣に翻訳機を使って話したんですけど、ヨニがそんでもさ、なんか表情は全部感情真面目があるけど、本当に携帯で話したから、私たちは何々しているです。ジュリはどうですかとか、ジュリも私たちに저는 너머입니다. 그러니까だから表情しかそうそう。이렇게私たちめっちゃ自分たちはこうやって話したいっていうその感情的な部分が伝わんなくて、翻訳機だからめっちゃ面白かったよね。진짜 웃겼어. 진짜 그땐 진지했는데. なんか真剣に結構大事な話をしてたけど、その翻訳機の棒読み具合が面白すぎて。次、どうやって韓国語を覚えたのか教えてほしい。マジでずっと応援してます。卵汁ハットワラ何これもうがククククククハットワラありがとう、卵汁
卵でまず私はこうハングルとかパッチムの仕組みを覚えるまではひたすら書いて覚えました。こういう風に 아 맞아 이거 ノート 완전 が 봤어. あるんです。とにかくずっと書いてずーっと書いてました、ハングルを。もうレコーディングしながらハングルの 맞아. 書いたりで、日記をすごく書いてましたね。日記をこうやって韓国語で書いて、これノートなんですけど、私の勉強ので、本を読んだ時とかにも読眼 독후감. 読書感想文も韓国語で書いて、でこういう風に勉強してて、でそのハングルとかパッチムの仕組みを全部マスターしたら、あとはとにかくマネージャーさんとか身近にいる、メンバーとずっと話す、直接話すことですね。その私たちはラジオとかもするんですけど、私読むことが本当に遅くて、読むのがすごい遅かったんですよ。テックル、そうコメントとかを読むのがすごく大変で、その自分が知ってる映画を韓国語の字幕をつけて見るのが、例えばジブリとかの一番自分が知ってる映画を見ながら字幕を韓国語にして、そしたら読むことがすごい早くなりました。以上です。次、ソヒちゃんの日本語が聞きたい。わーいるもの器用にか。じゃあ電話します今から。 갑자기. 소희. 何してるかな。 받아주세요. 여보세요, 서희야. 그 주리풀데이즈에서 서희의 일본어 듣고 싶다는 사람이 진짜 많아서 서희 일본어 주세요. 타쿠시乗った. 뭐라고? 타쿠시乗った. 타쿠시乗った. 서희 좋아하는 일본어는? 最近はなんでやねん. 난데. 왜 사투리 알아? 日本のファンに 응. 覚えました. 教えてもらった? うん、教えてもらった. 아, そう. かわいい. 私、うんタクシー乗って、全然、韓国語だけしなかったけど、タクシーおばあさんが私に、韓国語で、あ、日本人ですか? 이렇게 말했어요. 私韓国語だけ言ったけど.なんで? 뭐 한국어 못하는 거 아니야 이제? 타카하시 소희. 타카하시. 타카하시 펀치. ありがとうソヒ。宿舎で美味しいもの食べようね。美味しいもの買ってね。美味しいもの買ってね。ありがとう。バイバイ。バイバイ。かわいい。オッケー、ソヒかわいかった。 오케이. 소희와 이츠모 가와이. 시기. 주리가 요즘 쉬는 시간에 하는 것 또는 취미가 뭐야? 저는 비즈 학생. 비즈 학생 맞아? 아, 비즈공예. 아, 비즈공예. 비즈공예 너무 좋아서 그런 거 찾아는 거나 만드는 거 하고, 그리고 노래 부르는 거 좋아서 그냥 연습이라고 생각 안 하고 편하게 그 노래 듣기나 부르는 게 좋아요. 쉬는 시간에 하는 게 좋아. 그리고 뭔가 재미있는 거, 뭔가 하고 싶은 걸 많이 생각하는 게 좋아요. 요즘 유튜브나 그런 것도. 기프데이지 스키. 알겠다. 次。おすすめのお菓子とか食べ物を紹介してくれたら嬉しいです。あ、でもめっちゃ美味しいのがあって、結構ハニーバターアーモンド。ハニーバターアーモンド。そう、有名なんですよね。多分日本の方も知ってると思うんですけど、その中で種類がいっぱいあるんですよ。アーモンドの。옥수수 아몬드인가? 옥수수 아몬드 맞아요. 옥수수 아몬드. 焼きトウモロコシアーモンド味があるんですけど、진짜 맛있지? 진짜 오스스메です. 진짜 맛있어요. 진짜. 이거 멤버 다 좋아하죠? 멤버 진짜 좋아. 좋아. 옥수수 아몬드. その多分有名なのはハニーバターアーモンドなんですけど、これがめっちゃ美味しいからおすすめです。韓国来たらミョンドンでみんな買ってください。次。ジュリちゃんが使ってるコンシーラーがめっちゃんこ気になる。私が使ってるコンシーラーはまず 24H。 これ日本で結構人気ですよね。めっちゃ汚いだから。
2色入ってるやつを使っていて、愛用しているコスメがクリームハイライト、これも日本で買ったんですけど、このクリームハイライト、ルミナイザークリームハイライトと、あとこの2つですね。イニスフリーの韓国で買ったまつげ美容液。つけまつげをいつもしてるんですけど、ジルフルデイズのそのメイクの動画でも見せたように、でそのつけまつげを落とす時、もともとのまつげが抜けちゃうんですよね。なのでそれを防止するために、このまつげ美容液、イニスフリーのまつげ美容液を夜寝る前と朝起きた寸前に塗ってるんですけど、めっちゃいいです。これ超いい。そうです。まつげが強くなるし、抜けづらくなるし、めっちゃ伸びてる。これがメンバーのユンギョンがプレゼントしてくれたんですけど、リップ、美容室の先生がおすすめしてくれたやつなんですけど、リップバームなんですけど、めちゃくちゃいいです。超保湿されます。진짜おすすめ。次、韓国で反響が大きかったキングオブメイクシンガーズに出演した時の話を聞かせてください。やっぱり日本人が基本そうなのかわからないんですけど、そのボーカルの練習の時にとにかく先生にデビュー前からずっと鼻で歌う感じなのかなと言われるたびに結構自信を失っていて、レコーディングの時に歌えてるけど面白みがないよねって言われたこともあったし、やっぱそういう日本人の歌い方に関してすごくコンプレックスを持っていて、韓国語を歌う時の日本人の発音がやっぱり、自分の表現の限界を感じたこともあったんですけど、でグループの中にいる時も、本当に自分の歌い方が嫌いで、でもその自分の耳だと何がダメなのか全然わからなかったんですよ。で本当に悔しかったんですよね、ずっと。で韓国で歌うことが本当に難しいなってずっと思ってて、メンバーと立つステージは楽しいんですけど、私は韓国語の自分の声や発音がコンプレックスになっていたから、一人で歌うことがすごく怖かったです、正直。でもしその出演するっていうのを聞いた時に、批判をいっぱいされて終わったとしても、とにかくでもそれがきっかけでその自分の悪い点に気づけるかなと思って変わりたいなっていう一心で挑戦して、で実際に出演して、その聞いてくださった方々のすごいいい反応に驚いたし、感動したって言われたことに自分が本当に驚きました。今は歌うことがすごく楽しくなったし、すごい自然に声を出すことに気持ちよさを感じるようになったので、もっと努力するし、韓国の歌も日本の歌もどちらもその自由に自分らしさを出せる歌手になりたいなって今は思ってます。멋있어。次。I was shocked in King of Make Singer when Jury was revealed. You sang really well. What was the third song you prepared? 태연 선배님의 I Blame On You나 아니면 블루나 아니면 UR랑 아이유 선배님의 라브 포엠을 부르고 싶었어요. 私ジュリのブルー本当に大好き。ブルー？ねえねえジュリ覚える？なんかジュリが評価でブルー。 그래서 이거 들었는데 진짜 와. 진짜로? 기사님이 주리 노래 잘 부른다고 그때 말했었잖아요. 진짜요? 그때 진짜 아무것도 한국어 너무 시력이 없었으니까. 이거 보면서 해서 불렀잖아요. 노트 보면서. 그걸 부르고 싶었어요. 次。好きな日本の歌とかありますか？好きな歌手は奥花子さんと家入レオさんと綾香さんが大好きです。アーティストさんたちの歌はめっちゃ聴いてて、で練習したいし、いつかカバーしたいなって思ってます。何これ好き？まるまるもりもり。まるまるもりもりみんなはい、ブラジョヨニの日本の好きな歌です。タバデュワタバジャバデュワお空に 이거 다음에 가봐.
オッケー。あ、世にも世にも。届くかな。じゃあ世にもまるまるもりもりカバーしてくれるみたいです。なるなる。次、ダンスや歌のダンスや歌のレッスンレッスンレッスンがどういう風に行われているか、他にどういうレッスンがあったりするのか気になります。実力を上げるためのレッスンはダンスや歌も2時間ずつぐらいあって、でデビュー前にそのタイトル曲の振り入れをした後のレッスンはもっと長いです。4時間とかレッスンをします。ダンスも歌も。でその他にどういうレッスンがあるかというと、他の会社のは分からないんですけど、私たちのパターンではダンス、ボーカル、韓国語とかそういう外国語の語学の勉強とプラスライブレッスンで、ライブレッスンっていうのは私たちが生歌でライブをしているので、実際に練習室でヘッドセットをつけて、マイクをつけて、で実際に歌って、で息が上がったりしないようにそれに慣れるためにそのライブレッスンをしてます。グループとしてどういうダンスをまとめ上げていくのか。でもこれはリーダーのヨニが中心となって、ディティール맞아요。めっちゃ細かくやるよね。カウント、口で歌いながらゆっくりやって、もうこの高さストップストップストップして다같이맞춰요。 角度を合わせたりするのが一番重要ですね。そうやって、みんなで団体練習が結構重要。진짜。次、現場に着いてからはまた別のヘアメイクさんたちが、ヘアメイクさん？ヘアメイク、ヘアメイクさんたちが待機しているのですか？待機しているのですか？はい、これは私たちは常に一緒の美容室のメイクさんのチームがずーっと現場に一緒についてきてくれて、直してくれてってやってます。それぞれ似合うベストなそのヘアメイクをコンセプトの時に考えてるから、ベストなコンディションでステージとか雑誌とかラジオとか全部ファンの皆さんの前とかに立てるように、本当に一緒の人たちがずっとやります。でこれって私結構びっくりして、なんでかっていうと AKB の時はその現場ごとに違ったし、先生がメイクのなのですごいなって思いました。この韓国のスタイルはもう日本と日本との違いだなって思いました。ずっと同じ人たちがついてる、もう一緒のチームでやってます。で日本は全体的な多分チームは一緒なんですけど、人とかはもちろん違くなるじゃないですか。で雑誌とかもその時によって違うし、違かったけど AKB の時は。でももう韓国に来てもう同じですね、チームがずっと。次、辛くて泣いたことがたくさんあるとことですが、そこら辺の話が聞きたいです。その日本のグループ、その AKB を卒業して韓国に来て、韓国デビュー前の3ヶ月間が結構忘れられない思い出です。会社の地下1階に通い続けた日々ですね。自分の中で一番濃くて、今もう一回繰り返すことが不可能な、精神的にも肉体的にもすごくしんどかったです。時間は自分の何かが失われていってるんではないかっていう気分だったんですけど、でもそれが自分が登ってる最中だったことに、デビューからの日々でやっと気づきました。自分が山登りの最中だったんだってことをデビューした日々でやっと気づいていて、今で実際その山登りをすると自分がどれぐらい登ったのかとか目に見えて、その登った分だけの景色とか達成感を味わえると思うんですけど、その私の3ヶ月間の山登りって本当に練習室って時計もなくて時間もわからないし、携帯とかも練習生だから手元になくて、携帯が見れるのはその練習が全部終わった12時、夜の12時とか1時とかで、毎日汗を流して、で韓国語も下手くそで、常に言葉の壁に孤独を感じて、結構、空腹にも耐える日々で、そんな環境で自分が
登ってる感覚っていうのはなかなか感じれなかったから辛かったです。でもその日々が一日も実は無駄じゃなかったことが証明されていってるし、自分でこの日々のデビュー後の活動で感じられてるので、辛いことはもう忘れられないけどすごいいい思い出だなって思います。次、ジュリちゃんの夢ってなんだろう？私の夢は、でも今はそのグループが歌番組で1位を取ることが目標で、あとはコンサートをしてたくさんの人たちにエネルギー、私たちのグループのエネルギーを感じてもらうことが一番の目標で、あとは個人的な夢はずっとステージとか映像とかから見ていて楽しいと思ってもらえるものを生み出せる人でいることですね。で、私がいろんな目標とかを韓国で達成することで、その時ごとに、ジュリができるから私もできるって思ってもらえたら嬉しいなって思います。なんかその見ている方とか誰かの可能性を生むきっかけになれればいいなってずっと思いながら活動をしています。終わった4人いっぱい日本語とか読んでくれてめちゃくちゃ上手でした。上手ナイスナイス。ジュリ先生、今日もジュリ先生ということで皆さんたくさんの質問ありがとうございました。次の映像、次の動画でまた会いましょう。世に日本語本当に可愛かったって思った方はコメントといいねとこのチャンネルを登録してくれたら嬉しいです。じゃあまた会おうね。バイバイ。ただいまのお時間10時39分。出発準備していきます。カバンの中身を紹介します。まずはお財布入れて、なんかポーチとかこういうコロコロ入れて、歯ブラシ、鏡、Bluetooth のイヤホンと普通のイヤホンとさつまいもをノンフライヤーでティーンってやって、これも入れます。これも持っていきます。トムヤム塩、爽やかハーブ塩、七味唐辛子、これ日本のなんですけど、なんかゆで卵とか、さつまいもとか食べるときに味変で私がいつも使ってるヒーローたちです。私たちのヒーロー。これが撮影機材、カメラとかレンズって感じですね。持ち物は私のお休みの日の一日を撮っていくんですけど、まずはこれらを持って練習しに行きます。会社に行きます。で、携帯と充電器、携帯と充電器持って出発。行ってきます。マスクして休みの日はあんまりメイクしたくないですね。なるべくスキンケアだけして肌を休ませたいっていう感じなので、今日の私の一日、 K-POP アイドルのお休みの日の一日スタート。じゃーん。ちょっと今日の私服紹介をしたいけど、鏡の模様が派手すぎるっていう絵。こんな感じでこんな感じって本当に鏡のさ模様どうにかなんないかな。行ってきまーす。イエーイ。イエーイ。うわー、めっちゃ晴れてる。今日の天気はソーダフロート、クリーム多め
っていう感じです。ボーカルルームに到着しました。イエーイ。ちょっとむくんでて、なぜか。これ美容に詳しいメンバーのスユンちゃんが教えてくれて飲んでて、ジルも飲んだんですけど、なんか最初めっちゃ土の味して美味しいと思えなかったけど、なんか今めっちゃ癖になるんですよね。広告じゃないですよ。なんかごぼうになった気分になる。ほんとなんかなんか土じゃんみたいに思うけど、体がめっちゃ喜ぶんですよね。みんなもなんか韓国に来て、もし韓国に来たとして、なんか韓国に来たらさ、やっぱ美味しい食べ物いっぱいあるから食べちゃうじゃん。コンビニのお菓子とかチキンとかで、それで次の日の朝めっちゃむくんでる時でもインスタの写真いっぱい撮らないといけないのにって時に、このごぼう茶を飲むとめっちゃおすすめ。別にこのブランドを推してるわけじゃなくて、ごぼう茶っていうもの自体がおすすめです。すごくむくみが取れます。はい、ということで、私今日休日を紹介するのに、なんでボーカルルームにいるんですかって思った方いると思うんですけど、私たちは休日も練習をするんですよね。スケジュールない日も練習は必ずみんなしてて、こういう風に表があるんですけど、ピントカモン、こうやってメンバーたちでどの練習室を使うっていうのを表にまとめて1日で。で、大体5時間とか6時間、ボーカルルーム、練習室とかでダンスとか歌詞とか歌とか、だから自分がやりたい練習をしてます。ボーカルルームはこんな風にパソコンとピアノとスピーカーとマイクとかがあって大好き。説明雑。大好きで終わり。感想。ボーカルルームでやることの一つを紹介したいと思うんですけど、こういう風に韓国のレコーディングの前にこういう風に歌詞が、これジューシーなんですけど、最近のシングル、この歌詞をボーカルルームで自分で整理して練習しますね。自主練、ボーカルレッスンもあるんですけど、その他に自主練をします。昔ってか1年前のデビューの時のやつ見たんですけど、やばい、これカタカナでそう、デビューのシングルの時ってまだ韓国語本当にできないかったので、こうやってカタカナで振り仮名を振ってあります。カタカナで振り仮名振ってあるよ。必死見てください。ラブイズオーバーもこうやって練習してたんですよ、一番最初は。でもこのやり方って正しくなくて、でも時間がないから、で正しいバンシー、その次の2枚目のシングルの時に、これはいいやり方です。英語で多分 2枚目からはなんていうの、この上に乗せる、なんていうんだっけこれ、さっき話したよね、ジュリ。答えを書く、なんだっけ振り仮名いい？振り仮名でいい？振り仮名、英語でこういう風に韓国語の上に英語で書いてます。2枚目はこういう方法でやり始めましたね。こういう風にボーカルの先生にこうやってやった方がいいって言われて、カタカナとかより。でも一番最近のシングルはもう振り仮名必要ないでーす。めっちゃ楽になりましたね。なんか昔は振り仮名めっちゃ必要で、日本語でこうやってカタカナでこうやって聞いた音だけで書いてレコーディングしてたんですよ。必死ですよ、もう。で
その1枚目のシングルはそういう風にボーカルルームで、だからこれにめっちゃ時間がかかるからボーカルルームでめちゃくちゃこれやってた。こうその音源がデビューっていうかカムバ前もこのボーカルルームのパソコンに音源が入っているの。こういう風にボーカルルームで流して仮歌、まだガイドの歌なんですけど、これはでこの歌詞を見ながら練習をするんですよ。呪いの本みたい。見て韓国語の練習で私がぎっしりここに書いてたやつも懐かしいですね。これ精神的におかしいわけじゃないですよ。こうやって歌詞のこれ紙があったら韓国語を書いて練習してました。懐かしい。今はでも本当にこのボーカルルームですぐ歌詞を見ながら聞きながらで、もう単語とかもわからない単語はほとんどないのですぐ練習できてすごい楽です。思い出ですね、これは。ここが大きな練習室なんですけど、ここでの自主練はひたすらやっぱり自分が踊りたい曲とかを練習していきます。私は十分今日は練習したので一旦宿舎に帰るんですけど、ちょっとメンバーにちょっかい出しますだーひょーねえ어제까지연습 왜 6시 늦게 와도 괜찮은데 나형 오는 게 슬프지 않아? 5시 한. 오케이. 자, 나형 먼저 가요. 가요? 응. 준비해야 돼서. 보컬은 싫어. 보컬은 싫다고? 나형 오늘 스케줄 없으니까 무리하지 마세요. 에? 태지? 태지 한 마리? 로켓 펀치에? 나형 그럼 같이 퇴근해. 에? 이모? 응. ただいまー。はい。今お家に着いたので、ジュリ今からちょっと時間があるんですよ。みんなと夕食食べるまで。私のおやつを作っていきます。ジュリの大好きなおやつを作っていこうと思うんですけど、時間があるから今日は。はい、きゅうりを準備しまーす。じゃーん、これ使います。で、きゅうりは全部使おう。で、これは太らないおやつ。もう作り慣れてるもんですよ。なんか日本のきゅうりより韓国のきゅうりってなんかすごいでかい気がする。私がなんか日本で食べてたきゅうりはもっとなんか緑色でなんか細かった気がするんですよね。どう？でかくない？端を切ってはい、これをこうやってなんかちょっとスティックみたいなミニスティックみたいな、これめっちゃ簡単だよ。マジで20分もかからない。きゅうりをジップロックにまず入れまーす。こんにちは. 윤경 뭐 볼래? 용가. 뭐가 있지? 뭐가 있지? これから夜ご飯食べます、みんなと。
イエーイ。ボバじゃじゃん。목격자는 그 혼자 살고 있는 가족들을 살다가 그냥 베란다에서 나와서 아래 보고 있었는데 사람이 죽는 걸 본 거야. 사람이 죽이는 걸 본 거야. 그 살인마랑 눈이 마주쳤는데 몇 층? 내 딸을 지키기 위해서 映画館モード。美味しかった。ごちそうさまでした最後まで綺麗に。はーい。映画も最後。映画の最後。 헐 우리 그 숙소 찍을 때가 あれ待んね待んね。末っ子ちゃん。だひょん。今日はスケジュールがない日だったんですけど、まあ時間がね夜あったからみんなでたくさん話してもっと活動を成功するように気持ちを一つにしました。はい。イエーイ。이거 누군지 말하자. 소희, 주리, 윤경, 누굴까? 야, 스웨코, 주리, 윤경, 윤희, 수유. 예. 야, 스웨코가 本当に反抗期なんですけど。今11時50分。めっちゃ夜まで話したよ。今日はこのままソヒがね、ソヒが秘密を教えてくれたからね、さっき。そう、いい休日でした。みんなで練習もして。バイバイ、おやすみ。みんなおやすみ。アニョー。